色彩と構築の公共。ポール・セザンヌの作品青い花瓶の花。19世紀末から20世紀初頭にかけて、フランス絵画は、見ることの根本的な変革に直面していた。印象派の洗礼を受けた画家たちは、光と瞬間の表現を極めつつも、次なる視覚的課題形態の再構築と絵画空間の自立性へと向かおうとしていた。そうした転換期において、最も孤高かつ革新的な実践者の一人がポール・セザンヌである。セザンヌの青い花瓶の花は、その生物画制作の一連の試みにおいて、特異な位置を占める作品である。本作は、もともとは花と果実と一体の作品であり、画面左に果実、右に花瓶を配した大作であった。しかし20世紀初頭の画商アンドレ・ボラールの手によって、キャンバスが住まいに分割され、以後はそれぞれ独立した作品として流通していった。やがて、画商ポール・ギヨームの妻であるドメニカが青い花瓶の花を所有するに至るが、当初は対になる花と果実との関係に気づかず、修復の過程でようやく両者がかつて一体の構成を成していたことが明らかにされた。まず何よりも、青い花瓶の花という作品は、もともと独立した構想によって制作されたものではなく、全体の一部として構築された構図の断片であるという前提を踏まえねばならない。もとより、セザンヌは生物画において極めて綿密な空間設計と色面配置を試みており、一点一点の構成要素が全体の均衡に寄与していた。したがって、キャンバスの一部を切り取ることは、単なる構図の省略ではなく、セザンヌにとっては芸術的意図の断絶を意味する。画面から果実が消えることで、空間的対比や重心のバランスが失われたかに見える。しかしそれでもなお、青い花瓶の花という談笑は、それ自体として力強く完結した造形的言語を宿している。そこにこそ、セザンヌ芸術の特異性がある。画家が設計した空間の半分が失われながらも、なお、調和が残存するという事実。それは、セザンヌの構成の力が、局所的にも機能する内的構造に裏打ちされていたことの証左でもある。本作において、青い花瓶と花々が置かれた台の傾斜、布のたわみ、背景の壁との角度関係などは、すべて慎重な計算により配置されており、部分でありながらも全体性を体現している。青い花瓶の花において、視線はまず中央の青い陶器製の花瓶へと誘導される。深いコバルトブルーの釉薬は、強い反射を伴いながら、周囲の光を受けて複雑な階調を形成している。セザンヌはここで、物体がそこにあるという実在感と、空間の中に置かれているという奥行き感とを、色彩と陰影のみで描き分けようとしている。この花瓶を包囲するように咲き誇る花々赤、黄、白、紫などの色彩は、決して写実的な忠実再現ではない。むしろ、セザンヌは自然の形や色を視覚の記号として再構成し、画面上に色面の光境を創出している。色彩は物体の輪郭を規定するものではなく、空間のリズムを構成する構造要素として扱われているのである。セザンヌは色彩について、自然の中には線は存在しない。すべては色彩の変化によって形をなすと語ったとされる。本作ではまさにその哲学が実践されており、花びらの一つ一つが緻密な線描ではなく、色の面として重ねられていく。花瓶の青と背景のグレー、花の赤が互いに響き合い、静筆でありながらも高い緊張感をはらんだ画面を構築している。セザンヌの生物画の特徴は、静物でありながら、そこに揺らぎや不安定さ、運動の気配が漂っている点にある。青い花瓶の花においても、テーブルクロスのシワや花瓶の傾き、背景のわずかな歪みによって、空間全体が微細に動いているような感覚が喚起される。この運動感覚は、セザンヌが自然を視覚の連続として捉え、複数の視点を一画面に統合する試みによって生まれている。花瓶がわずかに右へ傾いて見えるのは、単なる写生上の誤差ではない。それは、観察者が視線を移動させながら対象を捉えるプロセスをそのまま画面に刻み込んだ結果であり、ある意味でポストキュビスムの先駆的表現とも言える。こうした動く生物は、19世紀的な絵画の枠組みすなわち、
単一の視点と一貫した遠近法に基づく空間構成を超越する視覚革命であり、ピカソやブラックといった20世紀美術の先駆者たちに多大な影響を与えた。本作にまつわるもう一つの重要な文脈は、それが一度分断され、後に再び大作品であることが明らかになったという作品自体の運命である。芸術作品はしばしば美術史上や歴史的偶然によって形を変え、語られる意味を変容させる。青い花瓶の花と花と果実は、もともと一枚の画布に書かれたにもかかわらず、長い間別々の作品として鑑賞されてきた。その分断は、単なる物理的処置ではなく、意味の分裂をもたらした。果実と花という自然物の対比はセザンヌの画面構成における古典的主題であり、画面の左と右とで量感、色調、光の処理において対をなしていた可能性が高い。しかしそれらが分かたれたことで、花瓶は花瓶として、果実は果実として独立した意味を持つようになった。分割によって失われたのは、全体としてのリズムと構造であると同時に、作品の持つ語りの可能性でもあった。一方で、そのような断片性こそが、現代の我々に新たな解釈の余地を与えてくれるとも言える。分かたれたからこそ、私たちは青い花瓶の花という一つの画面により鋭敏な視線を注ぐことになった。分断は破壊であると同時に再発見への扉でもあったのだ。2025年の三菱一号館美術館において、青い花瓶の花はルノワールとの対比の中で展示される。この対比は単なる好対象ではなく、19世紀末から20世紀初頭にかけての絵画表現の多様性とその革新性を考察する上で非常に有意義な試みである。ルノワールが感覚の喜び、人間の肌触りに宿る美を追求したのに対し、セザンヌは世界を構造として見る視覚知の探求者であった。桟敷席の花束と青い花瓶の花は、どちらも空間と物のあり方に対する鋭敏な意識から生まれたが、そのアプローチは全く異なる。セザンヌの青い花瓶は、対象の実在感よりも構築的な画面の安定とバランスに価値を置き、あらゆる感覚が理知的統制のもとに配置されている。ここに見られるのは、見ることの再定義であり、絵画が単なる模写ではなく、思考の空間へと転換される瞬間である。ポール・セザンヌの青い花瓶の花は、切り取られ、忘れられ、やがて再発見された一枚の談笑として、静かに語りかけてくる。その声は決して大きくはないが、そこには19世紀末の視覚革命の革新、すなわち、見るとは何か、存在をどう画面に定着させるか、という根源的な問いが凝縮されている。色彩、構成、空間、そして時間。セザンヌはそれらすべてを画布の上に投影しながら、生物という最も身近なモチーフを通して絵画の未来を構想した。その遺産は今日においてもなお我々の視線を鍛え、感覚を問い直させる力を持っている。